こんにちは、ミッキーです。今回は新施設麻布台ヒルズ最速見どころ20選をご紹介します。2023年11月、待望の新施設麻布台ヒルズが東京神谷町に誕生しました。六本木ヒルズや表参道ヒルズで有名な森ビルがこれまでに培ってきた都市開発の全てを注ぎ込んだヒルズの未来型とされる虎ノ門麻布台プロジェクト。メインタワーの54階から64階には日本初のアワンレジデンスが入居しているんですけれども、最高価格はなんと300億円。そんな麻布台ヒルズにはたくさんの魅力的なお店が入居し、オープンから1ヶ月が経った今も多くの店で行列ができています。皆様の限られた時間の中でより効率的に回れるよう、この動画が参考になると嬉しいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、ここからは2023年11月に誕生しました麻布台ヒルズの様子をご紹介していきます。こちらは神谷町の駅を出て地上から向かった様子になるんですけども、神谷町の5番出口からは直接麻布台ヒルズにつながっている通路もありますので、ぜひそちらもご活用いただきたいです。さて、麻布台ヒルズなんですけども、緑あふれる広場のような街へようこそということで、コンセプトは緑に包まれ人と人をつなぐ広場のような街、モダンアーバンビレッジでございます。都市の本質はそこに生きる人にあるからこそ、人間を中心に発想し、誰もが豊かに暮らせる環境を目指しています。ということで、世界が注目するグリーン&ウェルネスという価値を東京の中心で実現したい、そんな思いで出来上がったタワーでございます。そんな麻布台ヒルズなんですけども、敷地の3分の1にあたります24,000平方メートルが緑。人々が集う芝生広場や果樹園など合わせ約320種類の植物を展開しまして、圧倒的に豊かな緑を実現しています。また麻布台ヒルズは街全体がミュージアムにもなっておりまして、デジタルアートミュージアムや麻布台ヒルズギャラリーをはじめアートに関わる様々な施設が集まり、心豊かで刺激のある暮らしを彩っています。まだオープンしてないんですけれども、2月からはチームラボボーダーレスも森ビルデジタルアートミュージアムに展開されてきまして、そちらでは世界初公開の新作なども眺めることができます。あと、こちらのエリア全体では約150店舗が展開しておりまして、フード、ビューティー、カルチャー、アート、ウェルネスと様々な店舗が揃っています。こちらのアートに関しましては、東京の森の子という作品でございまして、奈良義朝さんの作品になっています。他にもたくさんのアートがありまして、こちらは中央のシンボルとも言えますトーマス・ヘザビックさんが手掛けたザ・クラウドというアートでございます。この麻布台ヒルズの一角自体がヘザビックさんが手掛けておりまして、そのアート空間はご本人の展示の中でもオープン前から注目されていました。あと注目なのはホテルでございまして、ジャヌ東京と呼ばれますアマンが手掛ける世界初の姉妹ブランドホテルとしても注目されています。さて、続いては12月の9日から25日まで開催されています麻布台ヒルズクリスマスマーケット2023年の様子でございます。もしかするとこの動画の公開は間に合ってないかもしれないですけども、こんなイベントがあったんだなということを確認していただいて、来年以降を楽しむ際のきっかけにしていただければというところです。こちらのシンボルツリーを中心に17の物販や飲食店がオープンしておりました。そして夜になりますと、先ほどご紹介しましたヘザビック氏の手掛けたザ・クラウドもまた違ったアート作品として紹介していきます。こちらの麻布台ヒルズでしか買えないような限定商品、メニューも多数ございまして、私の前回の動画でクリスマスマーケット特集をさせていただいているんですけども、そちらのクリスマスマーケットよりも混雑具合も比較的落ち着いておりまして、来年は混むかもしれませんけれども、今の段階では結構穴場的スポットだったかなと思います。で、ちょっと映していましたのはフォーカスフォーカスというドーナツとコーヒーのお店、そしてこちらで映しておりますのは瀬戸内というクラフトビールとソーセージのお店でございます。過去に東横線の特集でご紹介しましたホットドッグのスクーカムさんがプロデュースしているということもありまして、ソーセージは間違いない品質でございました。ただ人気なメニューだけありまして、売り切れも早かった印象でございますので、来年以降訪れたいなと思った方に関しましては少し早めにお並びいただくのがいいかもしれません。さて、今回の企画で最初にご紹介しますのはこちら、アラビカ東京の B1 でございます。B1 と言いますのは地下1階でございまして、実はアラビカ東京さんはこの麻布台ヒルズ内に同時に2店舗オープンしておりまして、もう1個の方は後でご紹介させていただきます。
こちらアラビカ東京さん、コーヒー好きな方ではご存知の方も多いかと思うんですけれども、世界中のコーヒー愛好家から熱狂的なファンの多いアラビカ、東京初進出の店舗になっています。先ほどご紹介しました通り、麻布台ヒルズ内に同時に2店舗オープンしてるんですけども、こちらの B1 店は4階のお店よりも開店が早い点が特徴的でございまして、いずれの時間においても比較的空いている様子でございます。また冒頭でもちらっと触れました通り、麻布台ヒルズが神谷町の駅の5番出口から直結しておりまして、その5番出口からの通路でまっすぐ進んでいただきますとたどり着くのがこちらのお店になっていますので、例えば神谷町付近でお勤めの方々がこちらでコーヒーを1杯テイクアウトしていただいて会社に向かうというのもありかなと思いました。そんな用途にも叶えられるようにモバイルオーダーにも対応していたりとか、あとは8時からのオープンなので仕事前のコーヒータイムとしては抜群かなと思います。さて、そんなアラビカさんなんですけれども、もともとは京都から世界へというスローガンにて2014年に京都にオープンしたスペシャルティーコーヒーブランドでございます。最高のコーヒーを追求するためにハワイ島コナにコーヒー農園を購入し、木豆の商社をスタートしたことから始まります。その後、日本製の焙煎機や世界最高峰のエスプレッソマシンの代理店になり、世界にも幅広く進出しております。2023年の12月現在では世界21カ国に175店舗を運営するまで成長しているとのことです。アラビカが掲げるスローガンは See the World Through Coffee、 見聞を増やし人生の目標を設定し一度きりの人生を謳歌しようということでございまして、世界各地にこちらのアラビカの拠点を作りながら、若いバリスタさんが世界でコーヒーを入れながら見聞を広め、世界のスタンダードを学び、そして自分と向き合いながら人生をかけて働くといった志の高いようなバリスタさんが多数在籍しております。さて、こちらはこの日に注文しましたカフェラテの8オンスでございます。この8オンスというサイズで手のひらサイズのコップに入れていただくのも魅力的でございますので、このカップで注文していただいてアラビカのロゴと一緒に写真を撮ってほしいなと思います。そしてこちらは抹茶ラテでございまして12オンスのサイズになっています。たっぷりといただきたい方にはこちらのサイズをお勧めしております。またランチタイムには福岡と表参道に店舗を持ちます人気ベーカリーアマモタコタンのセカンドブランドラコーのパンも販売しているということでございますので、タイミングが合えばいただいてほしいです。続いてご紹介しますのは麻布台ヒルズカフェでございます。まさに麻布台ヒルズという施設名を冠する注目のカフェでございまして、なんとミシュラン5年連続で星を獲得しています代官山の大人気高級レストランタクボを手掛けますタクボシェフが監修した料理を楽しめるのが魅力でございます。旬の食材を用いたイタリアンエッセンスが楽しめるグルメホットドッグは特に注目。他にもこだわりのナチュラルワインと合わせつつサラダやパスタ、グラタンなど豊富なアラカルトメニューをオールデイでいただくことができます。タクボは予約のできないお店としても知られていますので、その味を並ばずに楽しめるというところはまさにオープンしたばかりの麻布台ヒルズならではの魅力かなと思っています。監修は今ご紹介しましたタクボシェフが手掛けているんですけれども、この麻布台ヒルズカフェのお店自体は当チャンネルでも何度かご紹介していますトランジットが手掛けているということもありまして、間違いのないクオリティでございます。トランジットプロデュースのお店他にもご紹介しておくと、同じく虎ノ門にありますトラモンヒルズカフェ、他にはリトルダーリンコーヒーロースターズさんですとか系列だったかなと思います。またこちらの店舗に関しましては店舗の前にあります広場にテラス席もございまして、麻布台ヒルズの玄関口とも言える空間になっています。その中、こちら注文しましたのはモーニングメニューとしていただけますココナッチフレンチトーストセットでございます。300円加えることでミニサラダもいただけますので、朝の健康を気にされる方にとってもおすすめかなと思います。他にも先ほどご紹介しました注目のホットドッグも朝からいただけますので、気分に応じてお好みを注文してほしいです。営業時間は朝8時からやっていますので、こちらも朝活に利用いただける麻布台ヒルズの中では希少な店舗となっています。また夜も23時までやっていまして、ほとんどの店舗が20時で営業終了してしまうんですけれども、ぜひこの動画をチェックされた方は困った時の麻布台ヒルズカフェとして検討いただければというところです。続いてご紹介しますのはペリカンカフェ麻布台ヒルズ店でございます。こちら私もあまり詳しくなかったんですけども、とても人気な店舗でございますので、訪れる際にはなるべく並ぶ覚悟で訪れていただくのが良さそうです。こちらのお店は浅草の老舗パン屋さんのパンのペリカンのカフェでございます。パンのペリカンのパンを使用したトーストをはじめ、トーストを使用したサンドイッチを香り高いコーヒーと一緒に楽しむことができます。
スタンダードな網焼きのトースト、季節のフルーツを用いたフルーツサンドに加えまして、ペリカンカフェ蔵前店で人気のお酒のお供にもぴったりなハムカツサンドなどのメニューをいただくことができるのが魅力のお店です。麻布台ヒルズは朝からオープンしているお店はそれほど多くないんですけれども、こちらのお店も朝8時半オープンと、先ほどご紹介したアラビカさんや麻布台ヒルズカフェさん同様、モーニングから楽しめる点は随一の魅力でございます。ただ、特に昼過ぎまでは平日であってもたくさんのお客さんで賑わい行列になります。浅草田原町のパンのペリカンのパンも数量限定で販売しておりまして、一斤のみではあるものの、土日祝日を除く平日の営業日午後2時から3時までの間、お一人様1個に限り購入することができます。そして麻布台ヒルズ店としての大きな魅力は、ここでしかいただけない限定のサンドイッチでございます。この日もこちらのエビフライサンドとレーズンバターサンドをいただきました。エビフライサンドは衣がサクッとしつつ、エビがしっかり詰まった具材をキャベツに挟んだ一品。つなぎに使われています特製マヨネーズとバルサミコソースに加え、ピリッと効いた山椒の隠し味も病みつきになりそうです。そしてこちらの醤油レーズンバターサンドに関しましては、ゴルゴンゾーラチーズがパンチの効いた個性的な一品になっています。単なるバターサンドにとどまらない、まさにここだけのメニューになっていました。また、食べきれなかった場合に関しましても、お持ち帰りが可能でございますので、注文していただいた後で、また後で食べたいなという方に関しましては、ぜひ店員さんに相談してみて、テイクアウトもしていただければというところです。また、一緒にいただきましたカフェラテに関しましても、エスプレッソのしっかり効いた高品質な味わいでございましたので、コーヒー好きでも満足いくようなクオリティでございました。さて、続いてご紹介しますのは麻布台ヒルズの展望台スカイロビーでございます。こちらはたまに貸し切りの営業がされていて入れないこともありますので、事前に調べていただくのがいいかなと思いますけれども、私もその調べ方がわからなくて訪れてみたんだけども入れなかったということがありますので、ちょっと運要素は強いのかなと思っています。ただ基本的には土日はやってるかなと思いますし、平日に関しましても木金はさすがにやってるのかなといったイメージです。そんなこちらのスカイロビーなんですけれども、平日は午前10時から、休日は午前9時から入ることができますので、ぜひ昼間の東京の景色眺めたい方は朝から並んでみてほしいです。ただ実は夜にも訪れたことがありまして、夜の場合に関しましてはむしろ朝なんかよりも結構スムーズだったなという印象でございますので、今のタイミングでもしかするとスカイロビー夜の方が入りやすいのかもしれません。さて、こちらは33階の展望台になっているんですけども、展望台の上は住居になっていますので、一般の方が入れる高さとしてはこちらが最上階になっています。この展望台なんですけども、今映しております階段を上っていただきますと、また別の空間が広がっています。さて、こちらはその展望台を進んだ34階にありますヒルズハウススカイルームカフェ&バーでございます。実は東京タワーを眺める場所としても穴場になっていまして、このカフェを奥に進みますとピンポイントで東京タワーを眺めることができますので、先ほどご紹介した33階のエリアから東京タワーを見るのももちろんいいんですけれども、実はちょっと進んでいただいた方が個人的にはおすすめです。ちなみにこちらのヒルズハウススカイルームカフェ&バーさんを調べていただきますと、8時からと案内されているんですけども、先ほど申し上げた通りスカイロビーに入れるのが平日で10時、休日は9時となっていますので、実質カフェ営業も10時からと考えた方が個人的にはいいかなと思っています。もちろんこちらのカフェも魅力的でございますし、この空間自体はもちろんのこと、ランチタイムにいただけますサンドイッチや香り高いコーヒー、そしてティータイムには三國シェフが監修しております同じく33階のパティスリーでいただくことができるケーキを日替わりで用意していただいています。これらと合わせて紅茶をいただくのもいいですし、コーヒーに関しましてはリトルダーリンコーヒーロースターズさんがヒルズハウスのためだけに焙煎したオリジナルブレンドの提供もありますので、そちらもおすすめです。続いてご紹介しますのは STA 麻布台でございます。STA さんは私も大好きなお店でございまして、過去にも渋谷編や神田編でご紹介している大人気のカフェ&ダイニングでございます。仕事も遊びも何もかも美味しい食がそばにあれば全てがはかどるようになる、そんな思いで調理師さん、管理栄養士さん、フードスタイリストさんが調味料から無添加にこだわり丁寧に仕込み、日本の家庭料理に少しだけ工夫を加えた食事を提供してくれるお店でございます。ご覧の通り空間の雰囲気も抜群でございまして、夜11時まで営業している点もおすすめなポイントです。また店員さんにアレルギー等の相談ができまして、配慮もとても素晴らしいです。
STA さん自体がレストラン付き街の秘密基地がコンセプトになっているんですけども、まさにこちら麻布台ヒルズの内装も隠れ家的でございます。イメージとしては、ある友人宅の中庭に出向いたようなイメージをベースに、一軒家の外壁に使用される素材を使って食卓を作り上げたとのことです。暖かな光が木々に差し込む麻布台ヒルズの中庭。そのすぐ横で同じ施設に入居する方々が手掛けた生産物を取り入れながら、一日中どの時間帯でも楽しめる食事をいただけます。こちら麻布台ヒルズ店の魅力は、これまでどの STA でも体験することのできなかったテイクアウトが可能な点、STA で人気の週替わり定食や米粉唐揚げなどのお惣菜、四角いチーズケーキなどの看板スイーツなど、そのレパートリーも豊富でございます。今回はこちらの週替わり定食とセットコーヒーをいただきました。セットコーヒーに関しましても、過去に三軒茶屋編でご紹介しましたオブスキュラコーヒーの豆を使っている本格的な一杯です。こちらのお店はオープンは11時なんですけども、11時より前から並んでいますので、皆さんも気になった方はちょっと早めに訪れていただいて、確実に注文してほしいなと思います。また、週替わり定食以外にも週替わりカレーが魅力でございまして、そのカレーに関しては一品料理として小サイズでいただくこともできますし、米粉唐揚げも合わせていただくことができますので、気になる方は定食と一緒に味わってみてほしいです。続いてご紹介しますのは、世界中のナチュラリストが集まるバリ島ウブドのプラントベースレストランでございますアルケミーでございます。そんなアルケミーの海外初出店店舗としてオープンしたのがこちら麻布台ヒルズの店舗。ビーガンの楽園と言われていますバリ島。そんなバリ島でライブフードの愛好家でありますクリエイターグループが2011年に生み出したのがこちらのプラントベースレストランアルケミー。現在ではフィナンシャルタイムズ紙やアメリカンエキスプレスにおいてビーガンレストランのトップ10として選ばれまして、インドネシア観光省の公式ウェブサイトワンダフルインドネシアでビーガン向けの世界最高レストランの一つとして選ばれるなど、唯一無二の人気を誇るほどになったということでございます。こちらのアルケミーさんに関しましては、まだインフルエンサーの方々も紹介してない方が多いということもありまして、今のところは穴場的に使えるかなと思っています。ちょっと値段がかかる部分もあるんですけども、今ご紹介しました通り、ビーガンレストランとして健康的な食事をいただくことができますので、満足することは間違いなしかなと思います。今説明させていただいた通り、麻布台ヒルズの地でも料理の中心となりますのは、オーガニック及び再生可能を実践する地元のサプライヤーから厳選された栄養素と生命力に満ちた食材でございます。こちらのメニュー表に関しましても、まさにアートでございまして、だいぶおしゃれな感じに仕上がっています。美味しさを大切にした栄養価の高い食事と飲料を通して、心身の健康と暮らしを実現してくれるお店でございます。共同設立者でありますジェームスさんにとっても、日本、そして東京は思い入れのある地でございまして、実はそのご本人も3年間北海道のニセコで暮らしながら日本食に親しんでいたようでございます。だからこそ、まだまだ開拓の余地のありますこちらのビーガンやプラントベースの食文化を広めたいという思いがあったようでございます。そんな背景もありまして、提供する全てのメニューにはプラントベースの食材のみを使用しています。肉、魚、卵、乳製品、さらにはグルテンを含む食材や白砂糖は一切使っていないとのことです。もちろん旨味調味料や化学調味料も不使用。本拠地バリでは彼らの所有する畑やローカルのオーガニック野菜を使用するようでございますけれども、東京のお店でも可能な限り日本各地のオーガニック野菜を厳選しているようでございました。その中、この日いただきましたのは東京モーニングセットでございます。東京モーニングと言ってはいるものの、こちらアルケミーさんのオープンする時間帯は11時からになっていますので、ちょっと遅めのブランチライクにいただくのが基本的にはなってくるかなと思います。座席としましては、店内には47席ありますし、テラス席は28席ございます。また、テラスエリアに関しましては、この後ご紹介しますアラビカコーヒーも併設されていますので、こちらでお食事をいただいた後にアラビカのコーヒーをいただくのも良いですし、こちらを注文しつつテイクアウトのアラビカと合わせていただくのもいいのかなと思いました。そしてもう一ついただきましたのが、こちらのタロパンケーキでございます。パンケーキをはじめ、アイスクリームなどのデザートやドリンク、チョコレートまで全てビーガンでございまして、メニューの多くが43度以上の加熱調理を行わないローフードであることも特筆すべき点です。さらにもう一つの注目はサラダバー。ショーケースには冷製、温製合わせて約30種類ものビーガントッピングが並び、カスタマイズオーダーが可能でございましたので、ぜひそちらも注文してほしいです。
他にもドリンクとしてはホット茶がチョコレートとか、あとはアメリカーノなんかもいただくことができました。またアメリカーノを注文した際に注目だったのが、ミルクに関しましてもお店の方からオーツやソイのミルクも提案していただけますので、そこもとても嬉しかったです。さて、ここからはダイジェストでお店をご紹介していきます。こちらはエシレのお店でございまして、エシレというのはバターの有名なお店です。こちらの店舗はバターのアトリエとして、ここにしかないオリジナルの焼き菓子やパンなどを提供していただける店舗になっています。こちらも昼過ぎから行列になっている注目店舗です。続いてはバルコニーバイシックスでございまして、以前に有楽町にございましたシックスバイオリエンタルホテルが閉店し、こちらに移転した形でオープンしているお店です。こちらなんと1ヶ月先まで予約が詰まっております。続いてご紹介しますのは、冒頭でご紹介したアラビカ東京の地下1ではなくて4階にあるお店でございます。こちらの特徴としましては、提供しているメニューはほとんど同じものの、11時にオープンする点と、先ほどご紹介したアルケミーさんに併設する形でテラス席をご利用いただけるという点でございます。もちろんこちらもおすすめではあるんですけども、個人的にはあまり並ぶことなく楽しむことができる地下1階のアラビカの方がおすすめなのかなとは思ってます。また結構行列がいつもできているイメージなんですけども、モバイルオーダーも可能でございますので、可能であればそちらのモバイルオーダーを活用いただくのが良さそうです。ただ、モバイルオーダーに関しましては、アプリが英語仕様だったというところで、日本人にとっては少し使いづらさもあるような感じが今のところしています。もしかするとアプリ自体の改良も今後されていくと思いますので、そうなった際にはアプリを利用したモバイルオーダーもしてほしいです。続いてご紹介しますのは、こちらのスターバックスコーヒーの麻布台ヒルズ店でございます。こちらのスターバックスコーヒーは、以前にスターバックス特集でご紹介しています中目黒のスターバックスコーヒーリザーブで焙煎された豆を使ったスターバックスコーヒーリザーブの豆をいただくこともできますので、普段のスターバックスコーヒーよりワンランク高い品質のコーヒー豆を味わうことができるお店でもございます。また、今ちらっと触れました中目黒にもあります、スターバックスのパン屋さん、プリンチのパンもいただくことができるようでございますので、通常のスターバックスよりもよりゆったりと過ごせる、そんなスペースだったかなと思っています。麻布台ヒルズ内にはアラビカがあるということもありまして、こちらのスターバックスコーヒーは比較的空いているような印象でもございました。また、少し引いたところから写真を撮っていただきますと、スターバックスが入っている空間もアートになっていますので、そういったところも楽しめるポイントです。続いてご紹介するのが、パティスリー銀の森でございます。こちらクッキーや紅茶等が販売されていまして、そのパッケージがとても美しいです。こちらのお店自体も空間もまさに写真映えな空間だったかなと思いました。こちらで販売されています麻布台ヒルズ限定缶に関しましては、お店をオープンしてから 1,2 時間ぐらいで売り切れてしまうということでございますので、どうしても麻布台ヒルズ缶が欲しいという方に関しましては、夕方ではなく、なるべく昼間のタイミングで訪れていただくのがいいかなと思います。また、季節限定商品もありまして、そちらも土日と月曜日、火曜日の入荷限定になっていましたので、そちらもタイミングを見て訪れていただく必要がありそうです。とはいえ、そちらの限定缶以外にもたくさんの注目のメニューがございましたので、ぜひ手土産用にも買ってみてほしいです。次にご紹介しますのは、千疋屋総本店の麻布台ヒルズ店でございます。千疋屋に関しても、高級感あふれる空間の中で、新鮮なフルーツを使ったスイーツをいただくことができます。続いてはこちら、麻布台ヒルズギャラリーカフェ&スペースでございます。こちらは麻布台ヒルズで展示を行われています芸術に寄り添ったメニューを提案してくれるカフェおよびスペースでございまして、今はオラファー・エリアソンの展示がされているということも踏まえつつ、オラファー・エリアソンにちなんだメニューの設計、そして提案をしています。ちょっとだけ値段がするということもありまして、結構スペース的には空いている空間だったかなと思っています。また、こちらも神谷町の駅を出てすぐにある場所でございまして、コーヒースタンドは朝から利用することができます。注文できるメニューに関しましては、ご覧のように店頭で展示されていたりもしますので、ぜひ確認いただいて、気になる場合は入店してその味を試してほしいと思いました。おそらく今後展示が変わっていくごとに新しいメニューが開発されて提供されていくと思いますので、そういった麻布台ヒルズ自体の変化とともに楽しんでいただきたいような、そんな店舗でございます。続いてご紹介しますのは、ニコライ・バーグマン・フラワーズ&デザインさんでございます。東京拠点に活動するデンマーク出身のフラワーアーティスト、ニコライ・バーグマンが麻布台ヒルズに店舗をオープンしました。日本でトレンドを生み出したフラワーボックスでよく知られていますニコライ・バーグマンの世界観を体験できる空間がこちらには広がっています。
麻布台ヒルズでは新感覚のフラワーブティックニコライ・バーグマンフラワーズ&デザイン麻布台に加えまして、誰もが楽しめるようなデンマークスタイルのオリジナルフラワーカフェニコライ・バーグマンのむ麻布台がグランドオープンしております。なんとこの空間すべて店内の内装からニコライ・バーグマン清水からが監修しておりまして、どれも見応え抜群でございます。国内外でニコライ・バーグマン自身がセレクトしたフラワーベース、麻布台のためだけにデザインされたブリザーブドフラワーアレンジメントなどユニークなアイテムの数々は美術館顔負けのクオリティです。また今映していましたような店舗入り口のウォールには幅3メートルものフラワーアートを展示しておりまして、店舗の象徴にもなっております。ということで今映しております通り、店内は全体的に落ち着いたチャコールを基調としつつ、フラワーデザインがより引き立つように配慮されております。さて、ここからはニコライ・バーグマンのむ麻布台の様子なんですけれども、席の数は多くないものの、見た目からも満足感の高い空間と、フードやドリンクメニューは必見な空間でございます。こちらももちろんニコライ・バーグマン清水からがメニューも含めて監修しております。注目は今映しておりますスモーブローという北欧発祥のオープンサンドイッチ、定番の組み合わせと言われておりますエッグ&シュリンプやアップルチキンサラダ&ヘンプシードに加え、ベジタリアンメニューとしましてはローストマッシュルームと季節のフルーツブルーチーズ添えというメニューですとか、ビーガンメニューとしましてはマッシュポテトとカリフラワーソイマヨネーズというメニューや、フムスビーツとキャロットのローストハリッサ添えというものを用意しておりまして、全部で5種類ございます。その中、この日いただきましたのは、今ご紹介したスモーブローの中からビーツ&キャロットのメニューをいただいています。こちらはビーガンメニューになっています。このサイズで1320円と少々値段するんですけども、満足すること間違いなしの一品になっていますので、ぜひとも1回は注文してほしいなと思ってます。また、この日にスモーブローと一緒にいただきましたのはホットティーでございまして、ホットティーに関しましてはテイクアウト用のカップでいただけますので、麻布台ヒルズを散策しながらいただくというのもおすすめかもしれません。続いてご紹介しますのはミスターチーズケーキリミテッドストアでございます。こちらは世界一じゃなくあなたの人生最高にをスローガンに、世界へ誇る東京チーズケーキを提供し続けるブランドミスターチーズケーキの期間限定ショップでございます。ミスターチーズケーキはフレンチレストラン出身のシェフが手掛けますチーズケーキが魅力的で、これまでにない食感、香り、味を実現し続ける店舗です。バニラ、レモン、トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りのチーズケーキや、お酒と小麦粉を使用していないティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつ儚い口どけを楽しめるスイーツを楽しむことができます。ここリミテッドストア麻布台ヒルズ店は2024年5月31日までの期間限定出店なんですけれども、約半年間にもわたる長期間での出店はブランドとしても初だとのことでございます。一番の魅力はブランド初のカップタイプの商品ミスターチーズケーキペティット。大切な人へのお土産に選べるようにと、カットの必要がなく手軽にお召し上がりいただける商品として、この麻布台ヒルズ店限定で販売されています。今回はこちらのペティットのキャラメルをいただいたんですけれども、他にも定番フレーバーのクラシック、レモン、パンプキン、ストロベリー、グリーンティーを含め全6種類をご用意。酸味が好きな方、濃厚な味わいが好きな方、甘さと酸味を両方楽しみたい方など、様々な方が楽しめるようになっています。カップの上はベイクド、下はレアのようなミスターチーズケーキらしい食感を堪能しつつ、お気に入りのフレーバーを見つけてみると良さそうです。そして最後にご紹介しますのは中村藤吉麻布台です。アラビカやスターバックスなどコーヒーに強みを持つお店を多数構えています麻布台ヒルズにおいて、日本茶を楽しむためにお勧めしたいのがこちらのお店。中村藤吉本店は1854年に日本を代表する茶どころである京都宇治に生まれた日本茶ブランドとのことで、なんと150年の歴史を持ちます。ここ麻布台店はテイクアウト2GOスタイルの店舗で、店内に足を踏み入れると目の前に広がるのれんの横にこちらの日本茶のテイスティングスペースがお出迎えしてくれます。テイスティングスペースでは店員さんが丁寧にその日に用意している日本茶の魅力を伝えてくれますので、ぜひお好みの一杯を探しつつ実際に頼んでみてほしいです。この日はテイスティングの末、お店の定番メニューでございます中村茶をいただきました。以上、今回は新施設麻布台ヒルズ最速見どころ20選としてご紹介させていただきました。今回の動画を見ていただくことで麻布台ヒルズの魅力ざっくりと知ることができるかなと思います。
ぜひともいくつかチェックしていただいて、麻布台ヒルズとはいえど結構広い敷地にありますので、効率的に回ってほしいなと思いました。また、2024年1月に入ってからも麻布台ヒルズ、新しいお店が続々とオープンしていきますので、今回の情報と合わせつつ、新しいお店もチェックしていただくと、より濃く楽しむことができるかなと思います。また、2月にはチームラボの展示が始まったり、どんどんこの麻布台ヒルズも生まれ変わっていくと思いますので、そういった部分も含めて東京の進化を見届けてほしいです。このチャンネルでも引き続きお届けしていきます。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。